お世話になっております。マサルです。お待たせしました。今回はおすすめツールキラーコーダの紹介です。 Linux コマンドを打って実際の動きを見てみたいけどどうしたらいいのかわからない方、まずはキラーコーダを使ってみてください。初期設定が本当に簡単なのでめちゃくちゃおすすめです。それでは始めていきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回はおすすめの学習環境についてお話ししていきたいと思います。 Linux の勉強をするときにあると良いのが実際にコマンドを入力できる学習環境です。学習環境を用意する方法はいくつかありますが、私のおすすめをお伝えしたいと思います。冒頭お話ししましたが、キラーコーダがおすすめです。ちなみにキラーコーダ以外の選択肢としては Linux 専用のコンピューターを使ったり、バーチャルボックスや WSL2 を使って学習環境を用意することもできますが、やっぱり一番簡単なのがキラーコーダです。まずはキラーコーダを使ってみて、それから必要に応じて別の学習環境を試してみるのが良いと思います。それではどうしてキラーコーダがおすすめなのかお話ししていきたいと思います。 Linux 試験を提供している LPI Japan が公開している学習環境構築ガイド 10.0 を見てみると、いくつか学習環境の構築方法が紹介されています。その中にバーチャルボックスをインストールする方法が紹介されています。 Linux を勉強する方の多くがバーチャルボックスをインストールして学習環境を構築していると思います。ちなみにバーチャルボックスとは仮想マシンを実現するためのソフトウェアでしたね。仮想マシン技術を使うと物理的に存在する Windows マシンの中に仮想的な LinuxOS のマシンを作ることができます。仮想的に作った LinuxOS のマシンを使って学習するということですね。ただこのバーチャルボックスを使って学習環境を構築する方法は初学者にとってちょっと難しいという問題があります。難しい理由はバーチャルボックスがアップデートされていて思ったように操作できないとか、利用しているマシンによって独自の設定が必要になるなど様々です。近くに教えてくれる人がいればバーチャルボックスで仮想マシンを作って学習する方法は良いかもしれません。しかし周りに質問できる人がいない場合、サーバって難しい、自分にはやっぱり無理なんだ、なんだかめんどくさいなと、ここで挫折してしまう人が多いのが現実です。せっかく深く勉強しようと思って始めたのに、ここでつまずいて諦めてしまうのは本当にもったいないです。そこで私がおすすめしたいのがキラーコーダを使う方法です。キラーコーダで Linux 環境を構築する方法は学習環境構築ガイドにも載っている学習環境構築方法なので、聞きなじみがない方も安心して試してみてくださいね。後で実際の画面を見ていただきますが、キラーコーダは Web ブラウザだけで簡単に LinuxOS の学習環境にアクセスすることができます。初期設定など難しい設定がいらないので初学者には最適な方法だと思います。ではここからキラーコーダの使い方を説明していきたいと思います。キラーコーダを始めるには大きく3つのステップがあります。ステップ1、アカウントを作る。ステップ2、ログインする。ステップ3、プレイグラウンズから Ubuntu を選択する。スムーズにやれば1分くらいでできる手順です。順番に見ていきましょう。インターネットでキラーコーダと検索してもらうと、キラーコーダの検索結果が一番上に出てくると思うので、そちらを選択してください。キラーコーダにアクセスするとこのような画面が出てきます。初めて利用する場合はアカウントの作成が必要です。ログインボタンからアカウント作成をしていきましょう。キラーコーダでは Google アカウントを使ってログインすることができます。おそらく皆さん Google アカウントを持っていると思うので、 Google アカウントを使うと一番簡単にキラーコーダにログインすることができると思います。 Google を選択すると Google でログインという画面が出てきます。いつも利用している Google アカウントのメールアドレス、
または電話番号を入力してください。すると画面が切り替わって最初の画面に戻ってきます。この時右上がログアウトになっていればログインできている状態です。ログアウトできるということは今ログインしているということですね。このように Google アカウントを利用すればあっという間にログインまでできてしまいます。とっても簡単ですよね。あっという間にステップ1、ステップ2まで完了しました。ではステップ3を見ていきましょう。ログインできたら最初の画面からプレイグラウンズを選択してください。ちなみにプレイグラウンズとは遊び場という意味です。自由にいろいろ動かしてみたいときにはプレイグラウンズが便利です。プレイグラウンズを選択するとこのような画面が出てきます。ここで Ubuntu と出てきています。少し脱線して Ubuntu について思い出してみましょう。Ubuntu とは何のことか皆さん覚えてますか？ Ubuntu とはデビアン系のディストリビューションの一つですね。ディストリビューションとは OS として利用できるようにパッケージ化されたものです。Ubuntu はデビアン系のディストリビューションの一つというのはとても大切なのでしっかり覚えておきましょう。せっかくなのでもう一つの系統も思い出しておきましょう。もう一つの系統はレッドハット系ですね。レッドハット系の代表的なディストリビューションはレッドハットエンタープライズ Linux、セント OS、アルマ Linux などがあります。 Linux OS は系統によって一部コマンドが違うのでしっかり自分が使っているディストリビューションが何系統なのかを意識して使うようにしましょう。では話を戻します。キラーコーダではデビアン系の Ubuntu が用意されています。こちらを選択してください。すると Ubuntu の準備が始まります。少し時間が経つと左側の画面にスタートボタンが出てくるのでこのボタンを押せば Ubuntu が利用できるようになります。とっても簡単ですよね。ここまでキラーコーダの始め方についてお話しました。Google アカウントを使えば簡単にアカウントを作ってログインすることができます。その後はプレイグラウンズから Ubuntu を選択するだけで Ubuntu を利用することができるようになります。ただしキラーコーダは万能ではないのでデメリットもお伝えしておきたいと思います。キラーコーダのデメリットは Ubuntu 環境しかないことです。もしかしたら今後レッドハット系のディストリビューションが使えるようになるかもしれませんが動画作成時では Ubuntu 環境しかありません。そして英語のサイトなので英語に苦手意識がある方は少し難しく感じるかもしれません。さらに制限時間が60分です。一度スタートボタンを押して60分過ぎるとその環境は初期化されます。もし制限時間を延ばしたい場合は課金することで制限時間を延ばすこともできますが初学者のうちは複雑な設定をすることもないと思うので60分で十分だと思います。ちなみに1日60分という意味ではありません。60分で初期化されてしまいますが何度でも利用することはできます。なので個人的には Ubuntu 環境しかないのでレッドハット系のディストリビューションが使えない、ここだけがデメリットかなと思っています。それではせっかくなのでキラーコーダを使っていくつか基本的なコマンドを使ってみたいと思います。現在表示されている黒い画面にコマンドを入力してコンピューターを操作していきます。初めてこの画面を見ると何やったらいいんだろうと不安になる方もいると思いますが安心してください。この画面の先には Linux の OS さんがいてあなたから話しかけてもらうのを待っている状態です。この黒い画面を使ってコンピューターさんにこれやってとお話ししていくイメージを持って気楽にやっていきましょう。では試しに pwd コマンドを打ってみましょう。 pwd というコマンドを打ってエンターボタンを押すとルートという結果を応答してくれます。この pwd というコマンドは私のいる場所を教えてというコマンドです。このコマンドを受け取ってコンピューターはあなたはルートにいるよと応答してくれます。また別の動画で詳しくお話しする予定ですがこのような文字だけの CLI の画面では現在自分がどこにいるのかという情報が大切です。今回の PWD の実行結果から現在
ルートというディレクトリにいることがわかります。では次に ls コマンドを実行してみましょう。先ほど自分はルートディレクトリにいることがわかりました。このディレクトリの中にどんなファイルがあるのかコンピューターさんに聞いてみましょう。その時に使うのが ls コマンドです。ちなみに ls はリストの略だと思ってください。ls コマンドを実行してみます。するとコンピューターがファイルシステムとスナップがありますよと応答してくれました。つまり自分がいるルートディレクトリの中にはファイルシステムというファイルとスナップという2つのファイルがあることが分かったということですね。ls コマンドは他にもファイルの詳細を確認したり、隠しファイルがないかなどを確認したりすることもできますが、今回はここまでにしたいと思います。キラーコーダーを使っていろんなコマンドを試してみてくださいね。それでは今回のまとめです。今回はコマンド練習のおすすめ方法としてキラーコーダーを紹介しました。バーチャルボックスを使って仮想マシンで Linux の勉強をする人が多いと思いますが、バーチャルボックスが難しいと感じている方や、これから Linux の勉強をしてみたい方はキラーコーダーがおすすめです。キラーコーダーは Google アカウントを使ってログインすればとっても簡単に利用することができます。本当にすぐに利用できるので一度試してみてくださいね。あとはキラーコーダーを使ってコマンド練習もしたので少し復習しておきましょう。自分がいる場所を教えてほしいときに利用するコマンドは何だったか覚えてますか？このコマンドは pwd ですね。プリントワーキングディレクトリの略です。次はディレクトリに存在するファイルを教えてもらうためのコマンドです。どんなコマンドだったか皆さん覚えてますか？このコマンドは ls コマンドですね。諸説ありますが、リストの略で ls だと覚えておくと分かりやすいと思います。少しお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえればすぐに参加できます。現在は100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくれています。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。今回のおまけトークは全然 Linux と関係ない話なんですけど、皆さん人狼というゲーム知っていますか？人狼というのは市民チームと人狼チームに分かれて会話をしながら推理して自分のチームの勝利を目指すゲームなんですけど、最近オンラインコミュニティのメンバーからセキュローというゲームがあることを教えてもらいました。セキュリティ専門家人狼、略してセキローですね。人狼ゲームでいう人狼が捕食者として営業秘密の不正取得を行って、市民がセキュリティ専門家チームとして不正調査を行いながら捕食者を探すというゲームです。これはめちゃくちゃ面白そうだなと思って即購入しました。私はオフラインのイベントもよく開催しているのですが、今度セキュローイベントもやってみたいなと思っています。インフラの勉強にはセキュリティの知識も欠かすことができないと思うので、こういうゲームもぜひ使ってみてください。というわけで本日はここまでにしたいと思います。おまけまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。